私の名前は奥田涼子です。大阪に住んでいます。そしてクリスチャン歴は3年です。私の生まれたところはこの家なんですけど、ここでずっと育って、そして結婚するまでは何も本当に知らないお嬢さんでした世間を知らないお嬢さんで、結婚して離婚してから新しい本当に知らない世界、新しい自分が見たことのない世界を知ることになって、それから人生がもう本当にいろんなことが起きて、私の人生の始まりというか、何ですか、ルーちゃん。ルーちゃん何ですか。私が一番最初結婚してから子供が生まれて、そして離婚をして、でその離婚してから新しい自分の知らない世界を見ていくことになって、であるパートナーと知り合って、そのパートナーとファッションデザイナーというその仕事、もともと服が好きで、ずっともう高校ぐらい、小学校、中学校、ずっと服が大好きで、高校の時は自分で塗ったりとかしてましたね。で、そんな自分だったので、そのパートナーと服を作ることはすごいもう意気投合して、で、もうすごい楽しい、一番楽しい時代でした。そのファッション業界というか、その若者にすごい影響を与えるような服を作って、そしてすごいカリスマデザイナーとして光を浴びた時代もありましたね。でロンドンに行ったりして、ロンドンと日本の行ったり、日本の1年の中で何回か行ったり来たりして、でその時はもう服を作りながら、もうクラブで遊ぶのが大好きで、もういつもクラブで踊ってました。そんな時代だったんですけれども、それから関西大震災、その神戸の大きな震災があった時からすごい友達も変わっていったし、で私たちもなんかすごい町の人間だったけれども、その自然とかそういうことに目を向けるようになっていって、で気づいたら山で遊んだり、そのパーティーなんですけれども、外の野外のパーティーがすごく好きになってましたね。でそんな中で気づいたらその彼と私は宗教とは思わなかったんですけれども、そのアマゾンのジャングルの中にあるという宗教で、私たちが求めていたその飲み物がそこにあるというので、もう私たちはもう喜びしたんで、その儀式、私たちは最初はパーティーだったと思ってたんですけど、行ったらすごい宗教のそういう組織の中に自分たちが入っていて、でこれはなんか私たちのいる場所じゃないなと思ったんですけど、もう 2回3回と言ってる間にもうそこの宗教の虜になってしまって、でそれからその中で自分が求めているものが最初はすごいそのアマゾンの飲み物がすごいというので、ビジョンも見える、すごいなんかサイケデリックな柄が見えて、もうすごいらしいっていうので、それにしがみついてたんですけど、何回か飲んでる間にすごい内面的なところに触られて、そしてそこからどんどんとなんか
自分が変えられていって、自分の嫌なとこを見せられたり、自分の悪いことをすごいやっぱり指摘されたり、その飲んでるそのビジョンの中で、で、どんどん自分が、殻を一つ一つ取れていくような感じの、そういう経験をして、で、自分はなんかすごく昔というかまあ、それ前までは、こんなひどい自分やったっていうのが、すごく綺麗になったような、感じはしてましたけれども、でもそれでも、まだ、自分が思っているだけで、それはなんか、今思えば神様にとっては全くもう足元にも及ばないようなそういう、経験でしたね。で、いろいろなんかその霊的なこととか、その見えない世界のことをいっぱい経験しました。でもそれが、何になるかとか、自分のために、それがあまりわからなかった。で、自分は一体その中で何をしているのかなっていう気持ちが、すごく大きくなっていって、で、どこを、その場所にいることによって、私は何がしたいんだろう、何を得たいんだろうと考えたときに、なんか、神様を求めているというところに、自分が気づいて、で、その神様っていうのが、どのように求めたらいいかっていうのをずっとその中で、その宗教の中で求めていたけれども、答えがなかった。で、アマゾンまで行ったら何かつかめるだろうと思って行ったけど、いろんな体験はしました。アマゾンの中で本当に、霊的な体験もしたし、考えられないような、そういう体験もしたし、でも、その時はすごい自分がなんか、特別に良くなったような気がするけれども、現実に戻ったら、また、いつもの自分に戻ってる感じ。で、日本でも、それの繰り返し。で、なんか、自分は神様に出会いたいけれども、どうして出会えない、神様って何なんだろうかなって、自分の中では。で、その宗教の中では、すごい、自分は信仰深い人だと、自分で勝手に思ってましたけど、その信仰の意味もわからなかったし、自分がこの宗教の中に出て、どこにたどり着くのかなって、自分が何かもわからない感じ。で、その宗教というのはカトリックがベースで、そしてそのアマゾンの中のその、土着的な宗教も混ざっているし、黒人のそういう奴隷的な中での宗教も混ざっているし、いろんなミックスの宗教でしたね。で、そんな中で、私の友達がその同じ宗教の中でいる仲のいい友達が、その彼女は聖書も読んでたし、私は聖書も全然読んだこともなかったし、そのカトリックというそのクリスチャン、みんなはクリスチャンだっていうふうに言いますけれども、クリスチャンが何なのかもわからなかったし、カトリックというのが、マリア様信仰というのは分かってましたけど、そのイエス様とマリア様との関係っていうのは、お母さんと子供っていうような、そのようなことしか分からなかったし、もうイエス・キリスト
が神様だ。神様、イエス・キリストのことをそんなに分かってなかったですよね、その中では。どっちかいうとそのマリア様の方を、やはり、祈る時もそのマリア様に祈ってた。で、その友達はそれに気づいて、もうその中にいられなくなって、すごい仲のいい友達で、すごい寂しかったですね。その彼女が一人で出て行った時。で、彼女に、もう帰ってこないのって聞いたら、私はもう帰れないって言って、背中を向けて行った時は、でも私はついていけないし、私はまだわからないし、私はこの場所にしか今いられないからって、そういうふうになんか言いましたね。で、その中で、どんどんとなんか自分が、その儀式に参加しても、その友達が去っていってから、なんか虚しい気持ちになるばかりで、で、なぜかわからないけど、今までは、こう、その中で楽しい友達もいる、その家族のような関係の友達もいる深い絆の中で、こう、仲良くしている友達がいるのに、これ以上何を求めるんだろうっていうのもあったし、で、その中で、その神様のことと、自分が求めてることと、その友達のその絆とかがもうなんか、すごい、その友達は大事だけど、でもなんか違うなっていう、そういう気持ちがどんどん大きくなっていって、で、そんな時にまたその宗教から出て行った友達と2年ぶりかそれぐらいに会いました。で、その時に彼女はイエス・キリストのことを私に話してくれました。で、もう本当に福音、あの時からか、あの時は分かんなかったけど、福音ですよね。イエス様の十字架の話をしてくれて、で、そのことは、分かった。そうやねんね。私は何も知らなかったけど、そうだったんね。そうだったんやなって。でも、やはりこの世のその楽しさ、友達からはなかなかやっぱり自分が背中を向けていくことはできなかった。それからまた何年かそれから2年経ったのかな。で、その間もすごい、その儀式に参加するたびに、なんかすごい本当に、もう先は何も見えないのになんでここにいるんだろうっていうのがどんどん思い起こされて、そんな中で、その彼女とそのイエス様っていうのがなんかダブってその中に現れるっていうか、まあ見えたりとか、そんな感覚があったり、そしたらもう自分がここにはいられないなっていう気持ちがどんどん大きくなっていって、もうすごいその時はすごい苦しいというか、もうなんか体がバラバラになる感じ、心とその思いと、でももう前に進まないといけない、ここじゃなくって次に行かないといけない。イエス様はもう目の前になんか現れたから、もうこの先はここにいることはないんだなっていうのも分かってきたし、で、まあそんな中でどんどんその彼女とまた次に会った時は、もうこの彼女と会うのが怖くて、この彼女と会ったらもう自分が決断もうしないといけないっていうのも見えてたし、
それをなんか少しでもこう送ってもう少し先にっていう気持ちがあったけど、でもそんな時に、礼拝があるっていうのを彼女から聞いて、でその礼拝に私は一人で行くのが怖かったので、友達、その中の宗教の友達を2人誘って3人で行きました。でもその時は何もやっぱり分かんなかった。その牧師さんのお話も聞いたけど、ただただ眠たいだけで眠気の中に襲われてしまって、みんな3人ともなんかそのような感じでしたね、なんか。で、これはもうやっぱり一人でちゃんと礼拝を受けようと思って、1月、それを受けたのは秋でしたね、その礼拝。でその時に友達も病気で2人がんの友達がいてて、でその友達は一人のその女性に、がんの女性にイエス様の十字架の話を伝えるために会いに来てくれたり、そのようなことありましたね。で私はその彼女の最後までこう面倒、その人のお世話をすることになって、でその時にその彼女は京都のすごい遠いところに住んでるんですけど、いつも2時間ぐらいかけて看病に行くんですね。でその看病に行くその途中で、道を歩いてる途中ですごい感謝っていうなんか言葉がいっぱい出てきて、なんで感謝って、私友達のところに今こうしてなんか世話をしに行ってることが感謝ですごい涙も出てきて、なんかその涙が何の涙か分かんなかったけど、もうただただ止まらない涙だって、で感謝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 っていうそんな経験しました。でその時は何も分からなかった。でも後からもうそれこそその彼女も最後1月に亡くなって、で感謝、なんで感謝だったのかなって、その時もまだ分かんなかったけど、その今思えばそのイエス様に感謝をするっていうその感謝だったのか、なんかイエス様に合わせてくれたことに感謝だったのかなと思う気持ちもあったし、そうですね。で、その彼女は最後だから信仰告白をして、で本当に最後苦しい顔をしてたけど、本当に終わった時には、その彼女が命が終わった時には本当に綺麗な顔になってましたね。なんかそれが、不思議でした。でもう一人の友達もその人には伝えたけど、私全然クリスチャンでも何でもないのに、その友達に信仰告白を書いた手紙を渡されて、これを読んであげてほしいっていう、そういうなんかことを頼まれて、そのもう一人の男性の方ですけど、その彼にも読みましたし、なんかその時って自分はまだ教会にも行ってない、何もないのに、なんでこんななんか友達を通してイエス様のことを伝えることになったのかなって、なんか不思議な気持ちにもなってましたね。でその2人が同じ日に亡くなって、本当に1時間差ぐらいの朝の時間に2人とも亡くなって、不思議な感じです。なんか
で、その2人が亡くなったその月の、1月の礼拝に、私は、その友達に、教えてもらって、初めて一人で行ったんですね。それが、だから、礼拝に行ったのは2回目ですね。最初は友達と3人で行きましたけど、その時は何もわからなかった。で、その時、もう賛美が始まったら、その礼拝で、もう本当にもう涙が止まらないし、もう、鼻水もいっぱい出るし、もう本当に、もう、こらえきれないほど泣いてたんですね。そしたら、その時にイエス様が私の前に現れて、こんな感覚は初めてだ。本当に今までいろんな経験したけれども、神様と出会うって、こういうことなんだなって。いつもなんかこう、わからなかったけど、イエス・キリスト、この人だったんだって私が求めていた人は、もうなんかそのイエス様のなんか甘い香りがすごい、こんな匂いも神様にはあるのかなって初めて経験しましたね。で、そんな匂いと本当にもう平安ともう祝福、もう本当になんかこうあったかい湯の中になんかこう包まれてるような、そういう経験を一人で初めて受けた礼拝の中でしました。でもそれからなんか自分は昨日の自分と全然違う自分、ちょっとなんか走りすぎじゃないかなって自分の心がもう本当にもうこれしかない、もうイエス様しかなかった、私の探していたのはイエス様だったっていう、もうその喜びともう幸せな気持ちで、いっぱいでしたね。それからある集会がちょうどその2月だったかな、1月の礼拝出て2月の第1週目ぐらいだったか、ちょっと日にちを忘れてしまったけど、大きなミニストリーの集会があるから行こうってその友達が誘ってくれて行ったんですね。で、その時は本当にまだ2回目ですし、そういう礼拝っていうのを、賛美も2回目、3回目か、最初ね、友達と3人で、でもその時の賛美は全然覚えてなかったですね。で、もう特別集会に行った時は、もう、本当になんか、イエス様のその愛とか、もうそういうのを感じて、もう涙は出るし、すごい、もうなんか私は何かこう、イエス様をもっともっと求めたい、どんな人か知りたいっていうふうに思ったと思うんですよね、その時ね。で、その集会の中で、この中でそのイエス様の花嫁になる人は前に出てきてくださいって言われて、私思わず前に出てしまって、もう友達はびっくりしてるんですね。なんか私がそんな何もわからないままで何考えてるのっていう、大丈夫みたいな感じで私の顔を見てて、でも私はなんか、いやもうなります、はいなりますっていう、そういうなんかまっすぐな気持ちしかなかったんですね、その時。それからもう本当に揺れ動いた時もありましたけど、古い友達のことを考えて、もう本当になんか辛かったし、あったけど、すごいやはりこうも
全く違うところに自分がいるという感覚、それとそのイエス様、神様と天のお父様と一緒にその神様と歩むということが今まで全く分かってなかった。その長い間その前の宗教にいたけど、そこではそれを全然私は得られなかった。もちろん得てる人もいたかもしれないけど、私にはそれはなんか分からなかった。なんか本当に神様と信仰というのは神様と共に歩むということが分からなくって、私の前のその信仰というのは本当に勝手な自分の都合のいい時だけの祈ったり自分の必要な時だけを神様を求めてたし、でまた毎日の祈りもしていたけど続かなかった。なんか何ヶ月かしたらもうやめてたりとかで、それは何のためにやってるのかも、なんか本当に形のために、ただその祈りを毎日したいからそれをする自分の心よりもその形がなんか重視されたのかな。今歩んでますけれども、本当に日々、イエス様と共にこの歩むというのが信仰の道だっていうのも初めて分かりましたし、その信仰がどういうことかっていうのも全く分かってなかったですね。前のその宗教の時は自分はすごい信仰深い女だと思ってたけれども、本当に自分の勝手な時だけの信仰で日々神様と向き合って歩む、それが信仰だっていうのがクリスチャンになってイエス様と出会って初めて分かりました。その恵みはすごく大きいですね。本当にそれが神様との初めての私の出会いですね。本当の出会いです。ですからこの日々毎日のこの時間を本当に大事に、よく世に気持ちを取られる時もありますけど、でもそれもだんだんそれが少なくなっていって、神様といつもこういる時間を大事にできるようにちょっとずつ進んでますし、もっともっとこう何でもどんなことでもどんな小さなことでも神様と話せる、忘れないで話せる自分でありたいなって思います。それが本当に私の喜びですし、そしてまた本当にイエス様がいてくださるっていうのがすごい心のすごい大きな支え。もうどんなに辛いことはまだそんなにないですけど、でも小さな試練もありましたし、その3年の間で。だから私に与えられたその成長の歩みは素直に受けていきたいし、本当に、今満たされてます。平安です。イエス様ありがとうございます。